はい、皆さん、さやかです。2024年ということで、今日は2024年最新版のディズニージーニー完全攻略ガイドをお届けしていきたいと思います。ディズニージーニープラスに関する基本情報や使い方、そして裏技までディズニージーニープラスに関する情報がぎっしりと詰まったビデオになるので、ぜひ最後までしっかりとご覧ください。それでは行きましょう。それではまずディズニージーニーに関する基本情報から始めていきたいと思います。ディズニージーニーサービスはアメリカのディズニーランドとディズニーワールドに導入されているデジタルサービスで、ディズニーワールドではマイディズニーエクスペリエンスアプリ、そしてディズニーランドではディズニーランドアプリの一部になっているので、マイディズニーエクスペリエンスアプリやディズニーランドアプリをダウンロードすると使うことができます。ディズニージーニーサービスには無料版のディズニージーニーと2つの有料版サービス、ディズニージーニープラスとインディビジュアルライトニングレーンという3種類あるので、今からこの3つのそれぞれの種類について説明していきたいと思います。それではまず最初に無料版のディズニージーニーです。無料版のディズニージーニーには大きく分けて2つの機能がついています。まず1つ目にアプリのマイデイからアクセスできるプランニング機能です。ここではディズニージーニーに自分のパークの過ごし方の好みややりたいことを伝えると、ディズニージーニーがパーソナライズされた旅程を作成してくれ、パークの混み具合によって何をいつするべきか提案してくれます。そして2つ目にティップボードです。ここではショーの時間をチェックしたり、アトラクションのリアルタイムの待ち時間を見たり、アトラクションの予測待ち時間を見たりすることもできます。ティップボードにはダイニングセクションもあり、このダイニングセクションのティップボードではモバイルオーダーを通したり、レストランのバーチャルウェイトリストに入ったり、レストランの予約をしたりすることができます。それでは次に有料版のサービス、ディズニージーニープラスです。ディズニージーニープラスは、簡単に言えば昔のファストパスみたいな機能になっています。ディズニージーニープラスを購入すると、パークの対象のアトラクションでライトニングレーンというラインにアクセスし、通常のスタンドバイラインをスキップできるので、短い待ち時間でアトラクションを体験することができます。少し紛らわしいんですけど、ディズニージーニープラスはこの通常のスタンバイラインをスキップできるサービスのことで、ライトニングレーンは皆さんが実際に入っていくエクスプレスラインのことです。ディズニーの公式ウェブサイトには、皆さんがディズニージーニープラスを購入すると1日につき2つから3つのアトラクションのラインをスキップできると書いてあるんですけど、私たちの体験で言うと、ディズニージーニープラスの使い方のコツを知っていれば、これの2倍3倍っていう数のライトニングレーンを予約することができます。そしてこれらのコツは後の方で皆さんにも紹介していくので、それらを見逃さないようにしていってください。そしてディズニージーニープラスの値段はその日のパークの混み具合によって異なり、今のところ当日にならないと値段は分かりません。ディズニーワールドでは1人1日につき15ドルからスタートし、ディズニーランドでは1人1日につき30ドルからスタートしますが、混雑する時期は40ドル近くにまでなることもあります。さらに値段はパークによって異なるので、皆さんは購入するときにどのパークで使いたいのかを選ぶことになります。パークホッパーチケットを持っていてパークホップする予定なら、複数のパークで使えるマルティプルパークスオプションを選択してください。それでは最後にもう一つの有料版サービス、インディビジュアルライトニングレーンです。さっきディズニージーニープラスは対象のアトラクションで使えると言いましたが、全てのアトラクションがこのディズニージーニープラスサービスに含まれているわけではないです。それぞれのパークで最も人気のアトラクションのスタンバイラインをスキップしたいなら、インディビジュアルライトニングレーンと呼ばれるまた個別のサービスを購入しないといけません。そしてこのインディビジュアルライトニングレーン対象のアトラクションは、マジックキングダムではトロンライトサイクルランとセブンドワーフスマイントレイン、エプコットではガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・コズミック・リワインド、ハリウッドスタジオではライズ・オブ・ザ・レジスタンス、そしてアニマルキングダムではアバター・フライト・オブ・パッセージです。これらのトップのアトラクションはディズニージーニープラスサービスに含まれていないので、これらのアトラクションのライトニングレーンを使いたいなら、インディビジュアルライトニングレーンと呼ばれるサービスを購入しないといけません。そしてインディビジュアルライトニングレーンの値段もジーニープラスと同じように日によって、そしてアトラクションによって異なります。そしてここでちょっとしたメモですが、インディビジュアルライトニングレーンとジーニープラスは全く別物のサービスなので、どちらかを使うには両方買わないといけないというわけではないです。インディビジュアルライトニングレーンのみを購入してもいいし、ジーニープラスのみを購入してもいいし、両方購入することもできます。
それでは簡単にそれぞれの3つのサービスについて説明していったところで、今からディズニージーニープラスの使い方について説明していきたいと思います。まずはじめにちょっとした注意点ですが、ディズニーワールドとディズニーランドではディズニージーニープラスやインディビジュアルライトニングレーンの使い方やルールに少し異なる点があるので、そこに注意しておいてください。ディズニーワールドではディズニージーニープラスは当日の夜12時から購入を開始することができます。ディズニーランドでは事前購入が可能で、チケットやバケーションパッケージを購入するときにディズニージーニープラスを追加することもできますが、もうすでにチケットを購入していて、後からディズニージーニープラスを追加したい場合は、当日パークに入ってから購入をすることができます。ディズニーワールドでは今のところジーニープラスの事前購入ができないんですけど、ディズニーは2024年にディズニーワールドでもジーニープラスの事前購入ができるようになるみたいなことを以前発表したので、今後これには変更があるかもしれません。そしてまたディズニージーニーに関して何か変更があり次第、こういう風に動画を通して皆さんにお知らせするので、まだの方はマークサイロストインワールドにチャンネル登録をして、このチャンネルの通知をオンにして今後のディズニージーニーアップデートを見逃さないようにしてください。それでは本題に戻りますが、ディズニーワールドではディズニーリゾートホテルゲストであろうとなかろうと、誰でも朝7時に最初のライトニングレーンを予約することができます。そしてディズニーランドではパークに入り次第最初のライトニングレーンを予約することができます。そしてここから先の使い方はどちらのパークでも大体同じになります。まずルール1、一度につき1つのライトニングレーンを予約することができます。2、それぞれのアトラクションは1日につき1回のみ予約することができます。1回スペースマウンテンのライトニングレーンを予約すると、その日にまたスペースマウンテンのライトニングレーンをもう一度予約することはできません。もし同じアトラクションに2回乗りたい場合はスタンバイラインを使ってください。そしてルール3、ライトニングレーンを予約するときに対象のアトラクションの中から好きなアトラクションのライトニングレーンを選ぶことはできますが、リターンタイムを選ぶことはできません。そしてここでリターンタイムについてですが、リターンタイムは皆さんがそのアトラクションに戻ってアトラクションを体験する時間のことです。ライトニングレーンを予約するときにそれぞれのアトラクションの予約可能なリターンタイムが現れますが、表示されているそのリターンタイムを選ぶしか選択はないです。何時にこのライトニングレーンを使いたいっていう選択肢は皆さんには残念ながらありません。そしてルール4、リターンタイムは1時間有効です。なので例えば皆さんの予約したライトニングレーンのリターンタイムが12時なら、12時から1時の間にそのアトラクションに戻ってそのライトニングレーンを使ってください。そしてルール5、最初にライトニングレーンを予約した後は120分ルールに沿って次のライトニングレーンを予約していくことができます。ここで簡単に120分ルールについて説明していきますが、一度ライトニングレーンを予約してから次のライトニングレーンを予約できるのは、1、持っているライトニングレーンを使った場合、2、予約したライトニングレーンのリターンタイムが過ぎた場合、これはどういうわけかアトラクションに乗らなかったり、または時間を逃してしまった場合です。そして3、最後にライトニングレーンを予約してから120分が経った場合、この1から3のどれかが来た場合、次のライトニングレーンを予約することができます。もしアトラクションのリターンタイムがそのライトニングレーンを予約してから2時間以内に来るなら、そのライトニングレーンを使った後すぐに次のライトニングレーンを予約することができます。しかしもしそのリターンタイムが2時間以上後なら、皆さんはそのリターンタイムが来るまで何時間も待たないといけないわけではないです。その場合、最後にライトニングレーンを予約してから120分2時間経てば次のライトニングレーンをまた予約することができるようになります。そしてこの120分というのはパークがオープンしてからスタートします。なので例えば7時にライトニングレーンを予約したら、その2時間後9時に次のライトニングレーンを予約できるというわけではなく、例えばパークオープンが9時なら、その9時から2時間後11時に次のライトニングレーンを予約できるようになるということになります。このルールはとってもややこしいんですけど、皆さんは覚える必要はありません。ディズニージーニープラスを購入すると、アプリの上の部分に皆さんが次にライトニングレーンを予約できる時間が現れます。なのでここをチェックしていれば大丈夫です。それではディズニージーニープラスの使い方を説明したところで、今から最大限にこのサービスを活用するためのこちら裏技を皆さんに紹介していきたいと思います。まず人気のアトラクションから順番に予約する。ライトニングレーンは先着順です。そして売り切れます。
人気のアトラクションのライトニングレーンは他のアトラクションより早めに売り切れるので、どのアトラクションから順番に予約していくのかが重要になります。ディズニーワールドのそれぞれのパークで早めに売り切れる傾向のあるアトラクションは、マジックキングダムではジャングルクルーズ、ピーターパンズフライト、そしてスペースマウンテンです。アニマルキングダムではナビリバージャーニー、キリマンジャロサファリ、エクスペディションエベレスト。エピコットではレミーズラティテューアドベンチャー、フローズンエバーアフター、テストトラック。そしてハリウッドスタジオではシレンキードッグダッシュ、ミッキー&ミニーズラナウェイレールウェイ、そしてタワーオブテラーとロックンローラーコースターです。なのでライトニングレーンを予約する際は、これらのアトラクションから優先して予約していくことをお勧めします。さらにライトニングレーンは乗り物だけでなく、キャラクターグリーティングやショーパレにも使うことができます。キャラクターグリーティングは待ち時間が結構高くなることもあるので、乗り物と同じようにライトニングレーンのいい使い道にはなりますが、個人的にショーパレにライトニングレーンを使うのはあまりお勧めしません。ですが、皆さんがショーパレにライトニングレーンを使いたいんだったら、ぜひ使ってください。私はあくまでもアドバイスをするのみなので、皆さんの一日は皆さんが自由に好きなように決めていってください。そして次のコツはモディファイ機能を使うことです。ディズニージーニープラスのライトニングレーンはもう1回予約してしまったら変更不可というわけではないんです。後から変更することができます。さっきライトニングレーンのリターンタイムを選べないって言ったんですけど、1日を通してちょこちょこティップボードをリフレッシュしていったら、後からもっといい時間が出てきたりとか、売り切れていたアトラクションが戻ってきたりっていうこともあるんです。そしてそういう場合は皆さんの今持っているライトニングレーンを変更することができます。同じアトラクションのリターンタイムを変更することもできるし、または完全に違うアトラクションに変更することもできます。そして変更できる数に制限はなく、何回もライトニングレーンを変更することができるので、もっといいライトニングレーンが出てきたら遠慮せずにバンバン変更するのをすごいおすすめするんですけど、これはなんでかって言ったら、変更しても次のライトニングレーンの予約可能時間は変わらないからです。ジーニーが次のライトニングレーンは12時に予約できますって言ってるんだったら、そのライトニングレーンを何回も変更してもこの12時っていうのは変わりません。なので遠慮しないでバンバン変更していってください。変更するには変更したいライトニングレーンを選択し、モディファイプランと書かれたところを押して新しいライトニングレーンを選ぶだけです。そしてここで間違ってキャンセルを押してしまわないように注意してください。さっきも言ったようにモディファイは120分ルールをリセットしませんが、一度キャンセルを押してしまうとまた120分ルールがリセットになります。なのでこの間違いを起こさないように本当に気をつけてください。そして次になるべく早く使い始めることです。早くからジーニープラスを使い始めた方が、なるべくたくさんの数のライトニングレーンを予約していくことができるので、午後とかからジーニープラスを使い始めてしまうと、ジーニープラスの購入価値が下がってしまいます。特にディズニーワールドではライトニングレーンを予約するのにパークにいる必要がないので、もうジーニープラスを購入するって決めたんだったら、もう朝7時に最初のライトニングレーンを予約してください。こうすることでジーニープラスを最大限に活用することができます。そしてこれに加えて次のライトニングレーンが予約できるようになったら、もうすぐに次のライトニングレーンを予約するのも重要なコツです。さっきも言ったようにライトニングレーンは何回も変更できるので、次の予約時間になったらもうすぐに何でもいいから予約してください。そしてその後皆さんが欲しいライトニングレーンに変更していくのがおすすめです。こうすることでその120分のクロックをなるべく早くスタートできるので、次の120分がなるべく早く来て、もっとたくさんのライトニングレーンを予約できるということになります。そしてここでボーナステップですが、次にライトニングレーンが予約できる時間にアラームをセットしておくことをお勧めします。特にディズニーにいていろんなことをしてると、次の予約時間は分かってても気づいたら忘れちゃってたっていうことが結構あるので、忘れないようにアラームをかけておくと、次の予約時間になったらもうすぐさま予約をすることができます。それでは次に朝早くからパークに入る際のディズニージーニープラスのコツを紹介していきます。そしてこれはモディファイ機能を使ってライトニングレーンのリターンタイムを午後にずらしていくことです。朝7時にライトニングレーンを予約すると、だいたいこのライトニングレーンのリターンタイムは午前中になるんです。ですが午前中はアトラクションの待ち時間が少ないので、スタンバイラインを利用する絶好のチャンスなんです。
なので開園後の数時間はスタンバイラインの少ない待ち時間を有効活用して、午後になって待ち時間がだんだん高くなってきた時にちょっと貯めていたライトニングレーンをバッと使うというのがおすすめのライトニングレーンの有効活用方法になります。そしてこの午後にライトニングレーンを貯めていくという技は午後からしかパークに入らない場合でも同じように使うことができます。ディズニーワールドでは何時にパークに入る予定であろうとどこにいようとライトニングレーンの予約をすることができるので、もし午後からパークに入る予定なら朝からライトニングレーンを貯め始めて、午後になってパークに入るときにすでに何個かライトニングレーンを持った状態で入ることができます。ちょっと分かりやすくするために例えを使って説明していきたいと思います。皆さんは3時からマジックキングダムパークに入る予定で、この日マジックキングダムは9時にオープンするとします。まず7時に1つ目のライトニングレーンを予約します。そしてここでもしリターンタイムが皆さんがパークに行く時間より前に来る場合、この場合、皆さんは3時にマジックキングダムに行く予定なので3時より前にリターンタイムが来る場合、モディファイ機能を使ってリターンタイムを遅めにずらし続けます。すぐに皆さんが探している時間は来ないかもしれませんが、ちょこちょこティップボードをリフレッシュし続けるのがコツです。そして次のライトニングレーンが予約できるのはパークオープンの2時間後。この場合マジックキングダムは9時にオープンということなので9時から2時間後の11時になります。そしてここでも同じように必要ならモディファイ機能を使ってリターンタイムが3時以降になるように変更し続けます。そしてこの後は2時間ごとにこの同じステップを繰り返してライトニングレーンを貯めていくだけです。こうするとこの例えの場合7時、11時、1時、そして3時に予約した合計4つのライトニングレーンを持った状態で3時にマジックキングダムにパークインすることができます。そして残念ですがディズニーランドでは最初のライトニングレーンが予約できるのがパークに入った後なので、この技を使うことはできません。それでは次のコツですが、これは便利な機能を有効活用することです。ティップボードでは全てのアトラクションの待ち時間やショーの時間を見ることができますが、全てのアトラクションがディズニージーニープラスに含まれているわけではないので、たくさんのアトラクションのリストの中でどれがディズニージーニープラスって探していくのはちょっと億劫ですよね。しかしライトニングレーンを探すのをぐっと簡単にできる便利な機能があるんです。ティップボードの上の方に行くと Show Only Disney Genie Plus Lightning Lanes と書かれたボタンがあります。何もせずにこのままにしておくとパークで体験できる全てのアトラクションが掲載されますが、ここをオンにするとディズニージーニープラスの対象のアトラクションのみを見ることができるんです。ということでこのフィルターを使うと次に予約したいライトニングレーンを探すのがぐっと簡単になります。さらに無料版のディズニージーニーを使ってライトニングレーンの予約を簡単にすることもできます。マイレイではジーニーが皆さんの予定を作ってくれるんですけど、ここで皆さんはどのアトラクションに乗りたいかとかっていうのを選択できるところがあるんですね。そして予約したいライトニングレーンをいくつか事前に決めておいて、皆さんが予約したいライトニングレーンのアトラクションにチェックを入れると、ジーニーはこれらのアトラクションを上の方にピンしてくれるんです。なのでティップボードを開いた時に簡単に予約したいライトニングレーンを見つけることができるようになります。そして最後に無料でついてくる特典も使うのを忘れないようにしてください。ジーニープラスを購入するとライトニングレーンへのアクセスの他にもいくつか特典がついてきます。まずマイディズニーエクスペリエンスアプリやディズニーランドアプリで使えるフォトパスレンズです。これは簡単に言えばディズニーテーマのフィルターですいくつかのセレクトレンズは特定のエリアでのみ利用することができますが、他のレンズは購入後45日間まで利用できるので、お家に帰ってからもこれらのレンズで遊ぶことができます。そして次にオーディオエクスペリエンス機能です。この機能を使うとパークについての面白い事実や裏話を聞くことができます。使い方は簡単で、いろんなパークエリアでアプリの中の小さなヘッドフォンのマークをクリックするだけです。この2つの特典はディズニーワールドとディズニーランドで同じですが、あと最後の1つの特典には少し違いがあります。ディズニーワールドではこれらに加えてジーニープラスを購入した当日に撮られたアトラクションフォトをダウンロードできる特典もついてきます。しかし皆さんがダウンロードできるのはアトラクションフォトのみです。キャラクターグリーティングの時に撮ってもらった写真とか、シンデレラキャッスルの前で撮ってもらった写真とかはアトラクションフォトではないので、これらはついてきません。
ですが、ディズニーランドでは、ジーニープラスを購入した日に撮られた写真が全てダウンロードできる無制限のフォトパスダウンロードがついてきます。なので、これがちょっとしたディズニーワールドとディズニーランドの違いになります。それでは、ディズニージーニープラスについては、たくさんの情報を皆さんにシェアしていきましたが、今からインディビジュアルライトニングレーンの使い方を説明していきます。ディズニーワールドでは、ウォルト・ディズニーワールドリゾートゲストなら、当日の朝7時からインディビジュアルライトニングレーンを購入することができるようになります。それ以外のゲストは、パークがオープンした後、インディビジュアルライトニングレーンを購入することができます。例えば、ハリウッドスタジオのライズ・オブ・ザ・レジスタンスのインディビジュアルライトニングレーンを購入したい場合、ハリウッドスタジオが9時にオープンするとしたら、リゾートゲストでない場合、9時にライズ・オブ・ザ・レジスタンスのインディビジュアルライトニングレーンを購入することができるようになります。そしてディズニーランドでは誰もが当日パークに入ると購入することができるようになります。インディビジュアルライトニングレーンもジーニープラスと同じで先着順なので売り切れることもあります。なので購入したいインディビジュアルライトニングレーンがあれば、なるべく早く購入することをお勧めします。しかし、もし購入したいインディビジュアルライトニングレーンが売り切れてしまっても、後で戻ってくることもあるんです。なので、その場合は、ティップボードをリフレッシュし続けてください。さっきも何回か言いましたが、そのティップボードをリフレッシュするのがコツになってきます。そしてディズニーランドでもディズニーワールドでも1人1日につき2つまでインディビジュアルライトニングレーンを購入することができます。ですが、同じアトラクションの ILL を2回購入することはできません。なので、1日に2つは購入できるけど、この2つは違うアトラクションでないといけません。そしてディズニージーニープラスと ILL には違う点がいくつかあり、ILL は購入するときに好きなリターンタイムを選択することができます。しかし、一度購入してしまうと変更やキャンセルはできません。なんか映画の入場券みたいな感じですね。一度これって決めると動かすことはできません。行かないといけないです。ちなみにこのチャンネルにディズニージーニープラスと ILL の購入方法とライトニングレーンの予約方法を画像付きで分かりやすく解説したステップガイドも載せているので、もしこれらのサービスを購入予定の方はそちらのビデオも合わせてぜひチェックしてみてください。それでは最後に G ニュープラスや ILL を使う際に知っておきたい情報をシェアしていきます。アトラクションは技術的な問題や天候が原因で一時休止になることがあります。そして皆さんが購入した ILL のアトラクションや G ニュープラスのアトラクションが一時休止になってしまった場合、マイディズニーエクスペリエンスアプリが自動的に皆さんのアカウントにエクスペリエンスリデンプションというものを追加します。ILL の場合、アトラクションが再運行した後、このエクスペリエンスリデンプションを使うといつでもそのアトラクションに乗ることができます。残念ながら運がなくて、一日中そのアトラクションが再運行しなかった場合は、返金を受け取ることができますが、返金は自動的に受け取ることはできないので、この場合はゲストサービスまで行って、返金をリクエストしてください。そして G ニュープラスの場合は、その決められたアトラクションのリストの中で、どれでも好きなアトラクションに、このエクスペリエンスリデンプションを使うことができます。なので、同じアトラクションに使ってもいいし、違うアトラクションに使うこともできます。そしてこのエクスペリエンスリデンプションは他のライトニングレーンとは別なので、エクスペリエンスリデンプションを使ってライトニングレーンを予約した後も、時間になったらすぐに次のライトニングレーンを予約することができます。これはちょっとなんか説明しづらいんですけど、ジーニーの次にライトニングレーンを予約できる時間はいつっていうところを見ておけば大丈夫です。それでは以上が2024年最新版のディズニージーニー完全攻略ガイドになります。すごいたくさんの情報をシェアしてきましたが、頑張ったので、この動画が少しでも役に立っては、いいねをよろしくお願いします。そして、最初にも言いましたが、ディズニージーニープラスは使い方のコツを知っていれば、パークでとっても役に立つツールなので、しっかりとこのビデオを予習して、この有料サービスをパークで有効活用できるようにしておいてください。また多分ディズニージーニーに関しては、今後もまたいくつかアップデートがあるので、その際は、ビデオを通して皆さんにお知らせします。なので、まだの方は、マークサイロストインワールドにチャンネル登録と、チャンネルの通知をオンにして、今後のビデオも見逃さないようにしてください。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!